こんにちは、島田です。今回はピルエットなどの回転系で意識したい筋肉についてお話をしていきます。バレエをやっているとピルエットなどの回転系でうまく回るコツないかなと思うことがあるかもしれません。で、実際先日某有名バレエショップでイベントを行ったんですけれども、そこでお会いした方からも回転の練習をするときに最初はいいんだけれども続けてるとだんだん目が回ったりとかちょっと気持ち悪くなったりしてしまうと。で、対策はやっぱり三半規管のように耳を鍛えた方がいいのか、あるいは何かコツというかここ使うといいよみたいなものはありますかというような質問をいただきました。で、そこで、どの辺を使うといいのか、その解剖学的な理由ですね。回転をするときにどの筋肉を意識するといいのかっていうものと、あとはどんな対策をするとその辺が使えるのかっていうのをお話ししようと思います。で、これを知っておくとバレエのレッスンのヒントになると思いますので、ぜひご覧になってください。ピルエットなどの回転系でどの辺の筋肉を使ったらいいかということなんですが、結論から先に言うと、使いたい筋肉の一つは背中にある脊柱起立筋と言われる筋肉です。この脊柱起立筋群は背中に広くつく筋肉で、背中や首を支えたり体幹をねじるときに使います。いわゆるフィギュアスケートのジャンプでの回転と違って、バレエの回転っていうのは途中でリセットするタイミングがあるんですね。じゃないとフェテレ32回転とかなかなか地獄だと思います。で、あれが可能な理由の一つが脊柱起立筋なんですよね。で、ここがどう回転に関係するのかというと、この表を見ていただくと少し分かりやすいかなと思います。で、この表は体の回転に使う筋肉を順番に並べたものです。上から順番によく使うってことですね。で、その中で脊柱起立筋や回旋筋といった背中の筋肉は体の回転、首の回転、そのどちらにも使えるんですね。なので回転の量は上位の2つ、いわゆる横腹筋と呼ばれる腹斜筋や胸鎖乳突筋などお腹や首の筋肉がメインになるんですが、回転をコントロールするときは脊柱起立筋や背中の筋肉がメインになります。このように回転する量と回転をコントロールする方で分けて押さえておくと少しイメージしやすいかなと思います。レッスンで回転の練習をしているときに顔が斜めになってしまったり、顔で回ってるっていうふうに注意されることがあると思うんですけれども、これは一生懸命に回ろうとしすぎて首だけに力が入っているときに良くなります。つまりこの時に背中の筋肉も体の回転に使うことによって顔を水平に横を向いたり、いわゆる顔をつけるってやつですねができるようになったり、回転するときに体が大回りになってしまってバランスを崩すのを防ぐことができるんです。逆に体の回転をしたりとかピルエットで回転の練習をするときに脊柱起立筋など背中の筋肉を回転に参加させずに顔を向けることで回転しようとしたり、腕の勢いに任せて回ったりすると、回りすぎた分や顔が斜めになった分の修正もしつつバランスも取りつつみたいな感じになるので、耳にある三半規管や前庭規管といった、平行バランスを整える器官だったり、頭を支える首の筋肉、この辺に負担が増えます。なので首がしんどくなってしまったり気持ち悪くなったりしちゃうんですね。じゃあ脊柱起立筋をどう使うのっていうふうに思いますよね。背中を使うと回転をコントロールできるとはいえ、いきなりそのピルエットの練習で回転するときに背中を意識してもなかなかうまくいきません。で、背筋の筋トレをして起立筋を鍛えるっていう感じでもいいんですけれども、以前紹介した背中の筋膜リリースを使った方法で背中の筋肉を使いやすくするところから始めてみるのもありかなと思いますので、今回その方法についてお話をします。まずやり方なんですけれども、背中の皮膚、皮ですね、皮をつまんで上に引っ張ります。続いて皮膚を上に引っ張ったまま体を前に倒します。で、この時にフォームは気にしなくても OK です。背中の皮膚を引っ張ったまま倒せば背中の筋膜もリリースできて背中が使いやすくなるんですね。
で、あとはこの背中でつまむ部分っていうのを徐々に上にしていきます。最初は背中の真ん中あたり、それから背中の上の方、そして首というふうに徐々につまむ部分を上にしていくんですね。で、つまんだところを上にまた引っ張って体を前に倒すっていうのを繰り返すだけです。で、最初のうちは腰のところが硬いので、腰の皮膚をつまんで持ち上げるのが難しいと思いますから、先に背中の真ん中あたりから緩めていって、上まで行ったら下に戻るというふうに、背中の起立筋がある広い範囲なんですけれども、その辺の皮膚を引っ張って上に持ち上げた状態で体を前に倒すっていうのを繰り返すですね。で、この詳しいやり方については以前別の動画で紹介しているので、そちらをご参照ください。一応前屈しやすくする方法としてお伝えしていますが、背中の筋膜をリリースする方法なので、今回の脊柱起立筋を使いやすくする方法としても使えます。まとめると、バレエのピルエットを回りやすくするコツとして使いたいなと思う筋肉は脊柱起立筋と言われる背中の筋肉です。で、この背中の筋肉を使わずに反動で回ろうとすると、体がのけぞったり大回りしちゃったり、首に余計な負担がかかります。で、回転系ちょっと苦手だなというふうに思ったら、背中の筋膜をリリースして脊柱起立筋を使いやすくしてから練習すると、軸がぶれにくくなるのでおすすめです。そして回転するときに背中の筋肉を意識せずに参加させることによって小さい軸でくるっと回転しやすくなります。そんなに難しい方法ではないので、レッスン前にちょっとやるみたいな感じにしてぜひ試してみてください。また今回の話にもちょっと出てきたんですけれども、バレエで腹筋を使うっていうのはただ単にお腹に力を入れればいいっていうわけではないんですね。結構呼吸と密接に関係があります。特に体幹の筋肉を鍛えるときなんていうのは、細いストローを使って息を吸い上げたり、あるいは吐いたりすることによって、呼吸を生かして腹筋に力を入れる方法なんてのが多いんですね。で、そこで続きの動画として、腹筋が弱い人でも体幹を鍛えるために呼吸を使った方法っていうのを用意しました。概要欄に腹筋が弱い人も体幹を強化する秘訣っていうののリンクを載せておきましたので、そちらから続きをどうぞ。ではまた次回お会いしましょう。ぜひ明日からのレッスンに活かしてもらえれば嬉しいです。ありがとうございました。